その体勢をとってる以上は全然猫背治らないです。はい、ストレッチ整体師の友です。今回はですね、座骨神経痛の原因ともなりうる猫背の解消方法についてですね、ご紹介していこうと思います。猫背を解消しようと思った時に、いい姿勢を取ろうとしている限りはですね、絶対に猫背って治らないんですね。これっていうのは非常に大切な考え方なんですけども、皆さんが間違っているところなんですね。ちょっと確認していただきたいんですけども、猫背を治すためにいい姿勢をとってほしいと思うんですけども、はい、じゃあいきますよ。3、2、1、はい。今どうしましたか？今ほとんどの方がですね、肩をねギュッとねギュッと引いたと思います。で、胸を張るようなこういうね体勢にしたと思います。これをやっている方はですね、この先絶対猫背を治すことはできません。もう本当にね間違ってる考え方なんですね。猫背がね、作られてしまったら当然ストレートネックって言われるね、スマホ首とか言われますけど、首が前に倒れてね、こういう姿勢にもなりかねないです。もう姿勢が固まってしまって猫背になって、じゃあ後ろ側の筋肉、首の後ろ、背中、腰、お尻、この辺が全部伸ばされている状態になります。伸ばされてると筋肉には負担がかかってきて、お尻の奥にある座骨神経も引っ張ってしまいます。そうするとお尻の奥がツンと痛いとかね、叩きたくなるとか、足の方までピリピリしびれてくる、こういった座骨神経痛につながってしまうわけなんですね。なのでこういった姿勢というのは改善していかなければならないんですけども、皆さん改善方法を間違っているというところで、今回を機にですね、直し方をしっかりとマスターしてほしいと思います。先ほどですね、こうやって肩を引いたらダメですよっていうふうに、言ったと思うんですけども、もう一度ね肩をこうやってギュッと引いた状態で10秒ねキープしてほしいと思うんですよね。スタート前の今この姿勢をちょっと覚えておいていただいてですね、この感覚ですねを覚えておいてもらって、で今からですね10秒さっきやってもらったように肩をねギュッとこう引いてほしいんですね。でその変化を見ていくんですけども、10秒やってみましょう。せーの、はい。はい、どうですかね。最初に感じてた姿勢とこうやって引いて力抜いた後、どっちがいい姿勢になってるか。これはですね、ギューッとこう引いてるとその反動でこっちに戻りやすいんですね。なので余計にいい姿勢をキープしにくくなっちゃいます。こっちにギューッとしてる代わりに力を抜いた途端こっちに行っちゃうんですね。はい、それは何でかって言ったら、もともとこういうふうな姿勢を作られてしまっている方っていうのは当然後ろに肩を引きにくいわけです。なので一生懸命ギューッと引いてしまう。そうするとですね、これ引いてる筋肉っていうのは後ろのこの辺の筋肉とかこの辺の筋肉です。つまり肩こりとかをね感じやすいところになるんですけども、それがギューッと頑張ってくれてる、めちゃくちゃ頑張ってるわけですよ。じゃあ力をパッと抜いた瞬間にその筋肉っていうのは疲労してしまってるので、余計にこっちに持っていきにくくなってこっちに行っちゃうわけなんですね。こういう姿勢が日常的に作られてる方っていうのは、こういう姿勢をとっている限りは余計に猫背になってしまうわけなんですね。まず直そうと思ったら順番があります。まずこういうふうにねやる前にやらないといけないことがあるわけなんですね。猫背を直そうと思えば、これが何かって言ったら、この前の筋肉を伸ばす、柔らかくするっていうところです。これをやっていかない限りは、あなたがねいい姿勢と思われるこういう姿勢をとってても絶対猫背は治らへんし、余計に猫背が助長されて、強くなってしまうわけなんですね。なのでこういうところ今からストレッチをやっていくんですけども、それをやって前側の筋肉を柔らかくしてこっちに引っ張られないようにしてから意識でこういうふうに持っていく。これはまだ OK なんですよ。はい、なので最初に猫背になっている方がやらないといけないことっていうのは、まずここの筋肉を伸ばしていくと、こことかここねを伸ばしていくってことをやっていかないといけないというわけですね。はい、この順番さえ間違えなければ猫背っていうのは治っていきます。でこのストレッチをやってもらうと、スマホ首とかね、ストレートネック、猫背、そして猫背からの座骨神経痛とか、この辺を改善することができますので、ぜひねそういった方は続けてやってみてほしいと思います。首の前の筋肉がこういう風になってしまうことによって短縮、短くなってしまってるわけですね。なのでここを伸ばしてあげるとこれがこういう風にね引きやすくなってきますので、首の前の
筋肉、そして大胸筋、胸の前の筋肉が硬くなってしまって短くなってしまうとこっちに引っ張られてしまうので、これも猫背の原因になります。あとはですね、この脇の下の筋肉で前鋸筋っていう筋肉があるんですけども、肩甲骨をこっちにしてしまう筋肉なので、これも緩めてあげて柔らかくしていくことによってこっちに、ね、なっていくというわけですね。今回3つのストレッチをやっていきますので、一緒にやっていただければと思います。はい、まず首の前の筋肉を伸ばしていきます。こうやってバッテンを作ってもらって鎖骨を下に下げるように押さえておきます。その状態で上を向いていきます。どちらかというと上を向く意識よりもこっちの鎖骨をですね引っ張り下げる、こっちの意識を持ってもらった方が首が痛い方もですねしっかりと行っていくことができます。で、首っていうのは上を向くと後ろの神経がですね圧迫されてしまう可能性があるので、上をあんまり向くっていうよりもこっちを下げるっていう意識でやってもらうといいと思います。はい、 OK です。次、大胸筋という筋肉を伸ばしていきます。壁を使っていきます。こういうふうに壁に手をついてもらって反対側にひねっていきます。今左側の大胸筋を伸ばしている時はこうやって反対側右の方に体ごとひねっていく。できるだけ力抜いといてもらって、肩に力が入ってるとなかなか大胸筋が緩まってこないです。こうやってじわーっと伸ばしていきます。いける方は首も同じように右の方向に向いていく。そうすると首のここの横の方から、胸の前からしっかりと伸びていきます。はい、次反対側右ですね。右壁についてもらって反対の方向にひねっていただくと、はい、こういう感じですね。こういう感じになります。こういう感じですね。はい。で、この時肘をつく高さはですね、肩と同じ高さ、もしくはちょっとだけ上、これぐらいの高さでこういうふうに伸ばしていきます。こういう感じですね。で、リラックスして肩がねこうやってね力入ってるとなかなか緩まらないんですね。結構こういうふうにやってる方が多いので、これを気をつけてください。では前鋸筋のストレッチですね、やっていきます。こうやって肋骨に沿わして肩甲骨の後ろに当てる、その状態でくるくる回します。もうリラックスしてねダラーンとやっといてもらったら一番緩んできますので、肩に力をそんなに入れずにですねやってほしいと思います。で、肩甲骨の裏側を押さえてる手は緩めないように、ずっと緩めないようにしといてもらうようにお願いします。はい、 OK。 次反対ですね。で、肋骨に沿わしてですね脇の下の方に行くとカツッと当たるところがあります。ここでロックしておいてもらって回していきます。リラックスしながらですね、深呼吸しながら、いい感じですね。はい、 OK です。はい、これで3つのストレッチが完了しました。これによってですねこの辺が緩まってる状態になります。そうすると自然にも肩がね後ろに引ける状態になってます。この状態でいい姿勢をキープしてもらうってことはめちゃくちゃ重要なことなんですけど、意外に簡単にできちゃいます。それはここが柔らかくなってるからなんですね。なのでここが硬いままギューッと肩を後ろに引くようないい姿勢と思われている状態を作ったとしても絶対に猫背は治りません。なので猫背を治したかったらいい姿勢を取るなということがお伝えしたかったわけですね。それでは今回の内容は以上になります。今回の内容がためになったと思っていただいたら、ぜひ下からですね高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。ストレッチ整体師のともでした。またね。